藤原明子の生涯。光る君へに学ぶ日本史。道長亡き後、政界のゴッドマザーに君臨。藤原明子は一条天皇の中宮となって、後にご一条天皇とご朱雀天皇を生んだ。そして父、藤原道長亡き後は、政界のゴッドマザーとして君臨した。藤原明子の生涯を詳しく見ていこう。藤原明子は988年、永延2年、道長と朋子の長女として生まれた。関白藤原道隆が逝去すると、道兼が後継者となったが、疫病のために急死する。中野関白家では、道隆の後を受けて、家督は中宮貞子の兄の惟親が継いだ。しかし、姉の東三条院明子の引き立てで、道長が摂関政治最高の権力者となる。だが一条天皇の中宮にはまだ惟親の妹貞子が存在していたため、惟親と道長の力は拮抗していた。ところが惟親は若さゆえにその争いの過程で火山法皇の袖に矢を射る不祥事を引き起こして、処罰され急速に中野関白家は没落した。惟親が太宰府へ流罪となると、ショックを受けた貞子は一条天皇の子を身ごもったまま出家してしまう。しかし貞子を愛する一条天皇は貞子を漱石のまま参代させて内親王が誕生している。そのため藤原道長は焦ったが、まだ我が娘明子は幼かったため、その成長を一日千秋の思いで待ったのである。そしてついに999年長保元年11月、12歳になった明子が20歳の一条天皇のもとに入内する日が決定する。時に中宮貞子は24歳であった。道長は踏絵として強制的に公卿たちに屏風絵のための和歌を読ませている。そして明子の花嫁道具の屏風絵に添えられた火山法皇や藤原均等の歌を道長一家繁栄の随唱とした。この時和歌の提出を拒んだのはわずか藤原実助のみであった。明子のお付きの女房は40人、童6人、下使え6人、すべて容姿、気立て、彩色ともにえりすぐりであった。まだ幼さを残した明子だが、ふくよかで女性の気高さと優美さを持っていた。彼女がまだ12歳で入内した頃のことである。ある夜、明子のもとを訪れた一条天皇は笛を吹き、庭の外の闇を眺めている明子に、こっちをごらんと言った。すると、笛は聞くもので見るものではありませんと、明子はその時こう答えたという。これはまた幼い人に一本参った。20歳の青年天皇はこう言って爽やかに笑ったという。明子は気性のしっかりとした気立ての優しい聡明な女性であったらしい。
道長は貞子のサロンにも負けないように、明子のもとに紫式部や泉式部などの優れた女流文化人を集めた。やがて紫式部の書いた源氏物語が宮中で評判となり、一条天皇も明子のもとに顔を出すようになる。ところで当時は中宮と皇后は元来同じ人物を意味していた。しかし道長は貞子を皇后にして明子を無理やりに中宮にするという強引な手法を用いている。一方の貞子は第一王子敦康親王を身ごもったが、実家を失い後見人を失っていたため、出産のために平の成政の屋敷に赴いた。この時公卿たちは皆道長に遠慮してともする者はわずか3人であったという。成政の屋敷にしたところが、中宮の出産の場所にはおよそふさわしからぬボロ家であった。敦康親王出産の翌年、不遇のうちに貞子は死去する。享年25歳であった。貞子亡き後、まだ13歳の明子は敦康親王を養子に引き取って我が子のように育てている。やがて明子にも一条天皇との間に敦平親王後の御一条天皇と敦長親王後の御朱雀天皇が生まれる。1008年寛康5年、紫式部は日記に敦平親王の誕生の様子をこと細かに書き留めている。ところで藤原道長は第一王子の敦康親王を無視して敦平親王を皇太子にする。これには貞子亡き後に敦康親王を我が子同様に養育してきた明子は猛然と反発し、道長のライバル実資に近づいたりもしている。明子はもちろん我が子も可愛いが、我が子を同様にして育ててきた敦康親王が不憫でならなかったのである。敦康親王はまだ20歳の若さで病死したため、明子は嘆き悲しんだ。一条天皇が崩御し、三条天皇が即位したため、明子は24歳の若さで後家となっている。三条天皇は眼病のために1016年昭和5年に譲位したため、ついに後一条天皇が即位し、明子は国母となった。そして立場的に明子は父親の道長よりも上位となった。道長亡き後、明子は国母として政界のゴッドマザーとして君臨した。1036年長元9年、御一条天皇が崩御すると御朱雀天皇が即位し、明子は引き続き国母として活躍している。明子は道長のライバルであった実資も味方につけて、道長の後継者、嫡男で凡庸な頼通を助けた。また明子は長生きはしたが、良いことばかりではなく、道長に続いて多くの肉親が先に逝去してしまう。そして道長の後を継いだ頼通の時代は、摂関政治が衰退していく時代でもあった。ところで明子の家系の女性は長寿で、明子の母
源智子は90歳、祖母の藤原睦子は86歳まで長生きしている。そして藤原明子は1074年承宝元年87歳で天寿を全うしている。そのため明子は藤原氏の摂関政治が徐々に衰退し、院政が台頭してくるのを見届けることになるのである。